ろみの育児チャンネル。皆さんこんにちは、ひろみです。今日も一日お疲れ様です。お疲れ様でした。さて今日はですね、発達障害の育児における夫婦関係の構築についてお話をしてみたいと思います。というのも、普通の育児もすごく大変だとは思うんですけど、非常に育てにくいタイプの子を育てる夫婦ってかなり疲弊をしていますし、苦労も多いし、なかなか子供を可愛いと思えない時期があったりとかもするし、どうしても夫婦の仲が悪くなりやすい。例えば旦那さんが外に会社に行っている場合、特にだと思うんですけど、奥さんがご飯の準備してお風呂に入れて中しつけまでするってなると、やっぱり一日の大変な部分を一手に担うわけじゃないですか。そうなってくるとすごくスムーズにね、寝てくれる子だったり間食を起こさない子だったらまだしも、それでもねワンオペ続くと大変だとは思うんですけど、まだしももうものすごく何やっても間食が起こって1時間2時間寝なくて、やっと寝たと思ったら起きてきてみたいな毎日だと、やっぱりなんで私だけってなったりとかねすると思うんです。で、そうでなかったとしても、もう毎日間食でお通夜みたいな日々が続いていくと、もう気力がなくなってくる。二人で会話をするとか励まし合う力もないみたいな、そういう状態になってくるんですよねと思うんですよね。で、我が家も夫婦揃ってもうメンタルダウンしてしまって、もう本当に大変だった時期がありました。そのことについてはこちらの家庭の崩壊のお話でお話ししてるので、よかったら見ていただきたいんですけれども、その夫婦関係がやっぱりちゃんとしていないと、一人でも大変なのに二人でも大変なのに、ここがお互いね信頼しきってないと、コミュニケーション取れてないと、やっぱり育児頑張れないわけじゃないですか。で、よくそれが原因で離婚につながってしまったりとか、離婚の危機にあるだとか、私の身近にもいますけれども、そんな話はよく聞きますし、イメージがつくと言いますか、そんなような気もしています。じゃあどうすればいいのかっていうことを、私なりに今の私が思うことを今日はお話をしてみたいと思います。まずは、結論から言うと、夫婦だけで頑張らないっていうのが一番大事だとは思うんですよね。当時の我々のことを振り返ると、その家庭崩壊がしてた時期ってお医者さんにかかる直前だったんですけど、もう夫婦で頑張れるキャパシティを超えていて、もうどうしたらいいかわからない状態だったんですよね。いいと言われていることはほとんど全て試したし、育児書通りにトライしたこともあったけど、全部結果が出ない、裏目に出ちゃう、むしろみたいな、もう心底疲れ果てた、手札がないっていうような状態だったんです。そうなってくると切り替えることも不可能だし、二人で立ち上がることももうできないので、第三者の力を借りなきゃいけない。それをできるだけ早く借りるっていうのが、一番大事だとは思います。あとは同じぐらい大事なのはパートナー選び。これは私もそう思われてると思うし、私は夫を選んですごく良かったなと思っているんですけど、やっぱり結婚生活って二人だけでも何があるかわからないし、お互いどっちか病気になったりとかね、急に喋れなくなっちゃったりとかね、いろんなことがありますし、子供ができたらなお何が起こるかわからないので、問題が起こるベースで結婚した方がいいと思うんですよね。やっぱり仲のいい時って誰とでも幸せに暮らせるんですけど、ハッピー楽しいことが続くのが人生ではないし、何でも紆余曲折あるように、いい時にいい時期に結婚してお互いのいいところしか見えなかったけど、人生っていうのは波があって、再来年はお互い悪い波になりました。さあその時どうするっていう、ここが一番肝心なので、何か問題があった時に逃げずにちゃんと話し合える人、話をお互いよく聞ける人、これはお互いですよ。女性もよく聞くのがヒステリックになって相手をすごい強い言葉で言ってしまったりね、私も経験があるんですけど、とか男性は男性で
マウント取るようなことを言ってきたり、ロジックでこう詰めてきたり、よくあるパターンですよ。うちの夫の場合はちょっともう黙って、殻に閉じこもっちゃうタイプなんですけど、いろんなタイプがありますが、何か問題があった時にちゃんと逃げずに話し合える相手かどうかっていうのはすごく大事なので、そういうパートナー選びがものすごく大事。これはね今から変えられることではないと思うんですけど、すごく結婚っていうものはその後の人生、お互いの人生を結構左右するものだと思っていて、パートナー選びっていうのはすごく大事だなと思いますし、当時の自分を振り返ると、そのいい決断をしたなっていうふうにはすごく思っています。で、じゃあその後の話ですよね。問題が起こりました。疲れが蓄積されていますっていう時に、これをしてよかったなっていうようなことを今からお話ししたいと思います。まず一つは自分の言葉で伝えないっていうことです。これはその育児における話ですよ。育児における話で、育児すごく大変です。発達障害で子供を育てるの大変で、困りごとがいっぱいあって疲れてる。その時に自分の言葉で、私はこんなに頑張ってるのになんであなたは手伝ってくれないんだとか、この子はこんな困りごとがあって私はこんなに苦労してるんだとか、言ってることは多分事実と気持ちが入ってて正しいと思うんです。だけどやっぱり感情的になっていたり、私ってばっかりになってくると、やっぱり相手は相手で一生懸命やってるっていう自負があるので、俺もやってる、私もやってるがぶつかりやすいんですよね。なので本当の自分の困りごとだったり、本当に自分が言いたいことっていうのは、私は第三者の言葉を使った方が伝わりやすいと考えています。例えば子供の困りごとをどうすればいいかとか、子供の今後起こり得る懸念、これについて話し合いたいんだけど、それをどう伝えたらいいかっていうのは、我が家の場合はもう一緒に診察に来てもらって、お医者さんの話をリアルタイムに聞いてもらう。で、それが難しかったらもうお医者さんの言葉を、私じゃなくてお医者さんがっていう主語にして、こう言ってた。お医者さんはこう話してた。お医者さんが言うにはこういうことが起こり得るっていう、もう私の言葉ではありませんと。もう専門医がきちっと勉強した方がこのように言ってますっていう、プレゼンするみたいな感じで、納得させられる人の言葉を借りるっていうのはすごくね、うちの場合は理解が早かったと思います。はい。あとは私がこうしてほしいんだとか、私がこういう辛い気持ちを持ってるんだっていうことも、結婚当初はかなりぶつけてたところがあったんです。これは育児ではなくて、本当に夫婦の純粋の2人の関係上の、喧嘩だったり話だったりするんですけど、そこもなかなか伝わらなくって悩んでた時期があったんですけど、要は私が結構感情的に言ってしまっていたので、相手はもう防御線を張ってたんですよね。やっぱりカッて来られると怖いじゃないですか。多分遺伝子的にも男性の方がストレス耐性はあまりないと私は理解をしているんですね。いろんな話を聞いたりして、もし違ったらすみませんなんですけど、やっぱりカッて来られたら怖いってなっちゃうんですよね。それは女性も一緒だとは思うんですけど、やっぱり女性の感受性とか感性とかっていうのは男女で分けるのもねちょっとナンセンスかもしれないんですけれども、生物学的にも、そういった違いがあるんじゃないかなと思っていて、当時を振り返ると多分夫にとって私の言葉はただ恐竜が吠えてるみたいな、そういう言葉にしか変換されてなかったと思うんです。なんか怒ってる、僕が何かしたんだろう、でそこの何かを一生懸命私は伝えてるんですけど、もうなんかザーっていう音にしか聞こえていなかったと思ってるんですね。ただきっかけがあって、夫が個人でカウンセリングを受けてもらった時に、なぜ奥さんがこう言うのか分かりますかってカウンセラーさんが言ってくださって、すごくロジカルに解説をしてくださったんですよ。私がこうなるメカニズムみたいな。そしたらもうすっごい爽やかな顔になって、もうひろみの言いたいことは全部理解できましたっていうふうに今言ってきたことがあったんですね。でその時の私は嬉しいとかじゃなくて、なんかもうずっこけみたいな、
今まで分かんなかったんかいみたいな感じで本当にびっくりしたことがあったんです。と同時に、私の伝え方が本当に意味がなかったんだなと、逆効果だったなということを、思い知らされたことがありました。なので今はその専門家がこう言ってたよとか、カウンセラーさんに翻訳してもらってとか、そういうことではなくって、むちゃくちゃ冷静に落ち着いて話をしてるんですけど、落ち着けない場合はもう第三者に介入してもらうっていうのはすっごく有効かなと個人的には思います。私たちは子供が生まれる前の話ですけど、夫婦カウンセリングも受けたことがあって、やっぱりちょっと結婚当初初期いろいろなエラーがありまして、もう2人だけでは無理だなと思ったので、第三者に介入をしてもらってワークショップしたりとか、そういうこともあったんですけど、やっぱり第三者が入ることによって私たちも冷静になれますし、すごく専門的な知識を取り入れることによって建設的にかつすごく前に物事を進めていけるっていうことがあるので、自分たちだけで解決しようとしないっていうのはすごくこういった意味でも大事かなというふうに私は思っております。はい、あとは何か話したいときには、もうあなたの力が必要ですっていう相談ベースで話をする。それがお願い事であったとしても、切り出し方として、ちょっと相談したいことがあるんだけどとか、ちょっと助けてほしいんだけどっていう枕言葉を使うと、やっぱり相手は何ってどうしたのってなるじゃないですか。でもうあんたに言いたいことがあんねんとか、もうあんたほんまにダメだからちょっともうここ直すねとか言われたら、ちょっと急に何ってなっちゃうじゃないですか。なので相手の心の扉を柔らかく開けてもらうためにも、ちょっと相談があるんだけど今話してもいいとか、ちょっと助けてほしいことがあって今日どこかで話したいなとか、そんな風に柔らかな枕言葉、実態とか中身は違ってもいいので、最初の一手を柔らかく使うっていうのもすごく効果的だと思います。はい。あとは、意見を求める。ちょっと私では答えが出せないから意見欲しいなとか、あなたの意見を聞かせてほしいみたいな、ちょっともう頼りにしてますみたいな感じで行くと、相手もどんと構えてくれやすいのかなっていうのは思いますね。はい、あとはなかなか余裕がないとできないことではあるんですけども、こちらから相手をまずねぎらう、褒める、好きなところを言うっていう言葉にして伝えてあげる。なんで私ばっかりっていうのが根底にあると、やっぱりそれが難しかったりはするんですが、できる時でいいので、いつもありがとうとか、もうそれをおはようぐらいのレベルに下げる。ありがとうとか、いつも仕事頑張ってくれて助かるとか、なかなか言えないと思っても毎日言う練習をしたり、おはようとかこんにちはっていう同等と同じの挨拶程度の言葉にもう自分でしてみるとパッて出てくるようになったりもするので、もうおはようの代わりにありがとうがもう出ちゃうぐらいありがとう言ってみるとか、そこもいきなりね、嘘は言えないので、私の場合は自分自身が自分と向き合ったりとか、主治医と話をして育児が楽になってきたりとか、いろいろな自分の周辺がすごく落ち着いてきたからどんどん言いやすくなったっていうこともあったり、あるいは一歩引いてみてみると本当に夫のおかげだなって思うことがたくさんあるなって思ったりするので、そう本当に自分が思ったことでいいので、今日もかっこいいねとか、いつも優しくしてくれてありがとうとか、お皿持ってってくれてありがとうとか、本当に細かいことかつ事実。嘘はねバレちゃうので、思ってないのに言うと絶対バレちゃうし伝わるので、本当にちっちゃいことを拾い集めていく。でも最終的に私は元気でいてくれてありがとうとか、もう生きててくれてありがとうとか、もう生まれてくれてありがとうとか、夫とか息子によく言うんですけど、そういうレベルになっていくと、本当に家庭内がすごくポカポカした感じになっていくのかなとは思うんですけど、そこまでいかなくっても本当に小さいねことをまず自分から言ってみる。で、もし相手が言い返してくれなかったら、なんで言ってくれないのじゃなくって、私にも言ってって
で、なかなか言ってくれなかったらもうセリフを準備する。いつもなんか可愛いねって言ってとか、いつもこれしてくれてありがとうって言ってっていうもう台本を渡しちゃう。で、相手に言う練習をさせるとか。なんでここまで自分がやんなきゃいけないのって思うかもしれないんですけど、要は全部自分のためなんですよね、これって。自分が楽になるために相手にこう誘導してるような感じ。で、自分が楽になるために自分自身を変えてるっていう認識なんですよ。そうすると結局自分に返ってくるので、私の場合はやれちゃうんですよね。全部自分のためだなって思うので。だって一緒に暮らすのになんか相手の愚痴とか言いたくないじゃないですか。ないし、そんなの子供に聞かせたくないし、言ってる自分も楽しくないし、なんかこう言ってるとね、そういう口元になっていくとか言うじゃないですか。そんな気もするので、じゃあ自分のためになることって何だろうって考えると、まず自分を変えてみるっていうことだと思うので、そんな風に思ったりしますね。あとはなんかすごく激しい喧嘩をしてしまったとしても、時に相手を傷つけるようなことを言ってしまったとしても、やっぱり大事なのって普段だと思うんです。普段がすごく、例えば子供と向き合ったり、一生懸命家事や育児とか仕事をしていたり、なんかそういう姿を一緒に暮らしてると必ず目に入るわけじゃないですか。そういうのを見ている人だったら、1回や2回ひどい言葉を浴びせてしまったとしても、そんなことで壊れるような仲にはなりにくいんじゃないかなとは思うんです。で、そこでなんか壊れてしまいそうなのであれば、ちょっと第三者に介入をしてもらって、再度関係構築できないかっていう、プロに入ってもらうことも有効に働くことがあると思うので、その、要所要所でやるっていうよりは、やっぱり普段の生活、普段の様子が一番大事かなとは思うんですけど、ちょっとしたなんか工夫でさらにそれが良くなったり、逆に裏目に出てしまったりっていうこともあると思うので、こういったことを我が家では意識をしているかなと思ったりしますね。私が意識をしているっていうところですかね。夫はどうだろう。でもすごくいろんなことを同じぐらい率先してやるので、夫は夫ですごく頑張ってるってわかるし、私も夫も多分私のことすごく頑張ってるって思ってくれてると思うので、そこのベースがあればいいのかなと。で、そこもなくて話し合いもできなくてっていうことであれば、なんかこう自分のために別れるっていうことも出てくるのかなって思ったりするので、何もこうお別れすることが離婚することが悪いこととは全く私は思っていなくって、やっぱりこう子供と自分と夫3人だったら3人がそれぞれできるだけハッピーになるように協力したいじゃないですか。そのためには何ができるのか、どういうことをしたらいいのか、誰に頼ればいいのかっていうことを、実践してきた6年間、7年間、8年間だったかなというふうに思っています。はい。でも本当に息子の育児を通して良かったなと思うことの一つに、私も夫もお互い向き合うきっかけ、それぞれが自分に向き合うきっかけっていうのをたくさんもらったんですよね。で、私の場合は本当に自分自身とかなり向き合うことが多かったこの数年間ですごく人生が好転しているのを感じるんですよ。どんどん心が楽になっていって、生きることが楽になっていって、なんかこう笑うことが楽になっていって、仕事がすごく楽しくなっていって、夫婦関係も自分が作った家庭というものが愛おしくなっていってっていうことがあって、やっぱり一見すごく試練に感じることも、綺麗事に聞こえるかもしれないんですけども、自分のこう考え方とかスタンスだったりとか、あるいは誰かに頼ることによって、まさか自分が思ってもなかったような、想像してたよりももっとずっと良かったっていう未来になりうるなっていうのはすごく思うんですよね。この先もそれが続くかどうかはやっぱりお互いの努力次第かなとは思うので、一緒に努力したいと思えるような人をまず見つけること、そして自分のために自分を変えていく。やっぱ自分が変わると相手もすごく変わるような気がするんですよね。変わってくれなかったらね、変わってって言ってみたりとか、そういうこともいいのかなっていう。だから言葉で言うっていうのはすごく体力もいるし、気力もいるし、
大変なんですけど、やっぱ言葉を紡ぐっていうことは、一番夫婦の間で大事なことかなっていうのは思います。はい。皆様はどのような工夫をされておりますでしょうか？よかったらコメント欄で教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。またね。